前回のあらすじ。ペルーに着いたブライアンは、バイアルン建設の支社でシュミットの亡くなった時の状況を聞き、ペルー警察では現場の状況を尋ねた。ガルンのメモに電話番号が書かれていたペルー大学の考古学科では、モリアム教授から話を聞くが、ガルンとシュミットの何かを知ってるようだった。モリアム教授から写真の女性の情報を聞いたブライアンはその女性の家へ。そこでガルンはピラミッドにあった聖地を破壊したという。さらにガストバの店の場所をイザベルから聞いたのだった。ガストバの店に向かうんだよね。この辺りの路地は本当に入り組んでるな。道に迷いそうだ。いらっしゃい。お、あんた初顔だね。ええ、知人に勧められてきました。掘り出し物が多いとか。その通り、買って後悔しないものばかりだよ。とてもミステリアスな感じのする店ですね。そうだろうとも、何せここにあるものは絶対に他では入手できない貴重品ばかりだからね。失礼ですが、あなたはどういうきっかけでこのような店を始められたんですか？この足に興味を持つとは、何か知りたいことでもあるのかな。狭く、そして薄暗い。でも置いてあるものはなかなかのようだな。あの鏡や人の顔を形取った壺、石板や盾なども、曰くありげだ。それぞれにエピソードのあるものだろう。どうしたね。キョロキョロして、この大きい壺は5解読だよ。それとも、このトランプの方がいいかね。何やら、怪しげな雰囲気の漂う男だな。いずれ、デムリエの生き残りについて聞かなければならないのだから、慎重に対処した方がいい。この鏡には、どのようなエピソードがあるんですか？これは、ララの鏡、といって真実の姿を映し出すと言われているものだ。昔、これを用いて、王の姿に化けた魔物たちを見出し、それらを退治したと言われている。どっかで聞いたことがあるような。この壺はとても変わってますね。顔を形取っているとは。その人面壺は人々の悲しみが宿った時、不思議な力を発揮すると言われている。その昔、瀕死の重傷を負った恋人の傷をたちまち治してしまったという魔法の薬を作ったらしいのだが、あと、このでっかい盾が気になるけど、やけに薄汚れているが、気品と風格を感じさせるものがあるな。この盾が気になるかね。ふっふ。特別な品物みたいですが。その通り、この店の中で最も価値があるものさ。どうしよう。何か買った方がいいのかな？イザベルの凍りついた心に少しでも安らぎを与えてあげられたら、何かプレゼントに適したものはないかな。やはり何か品物を買ってガストバ自身に親近感を持たせた方がいいかもしれない。やっぱりそうか。とりあえず鏡を。勝手に持っていかないでくれよ。買います。おいくらですか？貴重なものだから大事にしておくれよ。すぐ買えたけど、ブライアンの手の届きそうな値段なのかな？壺は。はい、人面壺だね。これは世界にたった一つしかないものだ。大事にしておくれよ。今度はどんな品をお望みかな。なんなら奥からとっておきのものを持ってきてもいいがね。とっておきのもの？ふっふ。まあ見せてあげよう。修羅の指というものなんだが。うわ、気持ち悪いものが。修羅の指？何ですか？それは。ふっふ。まあ見てごらんよ。どうだね。気味が悪いですね。何か言われがあるんですか？善と悪を見極めることができるという伝説の代物だ。まあ使い方はよくわからんがね。この修羅と呼ばれる手についての詳しいことはわからんが、戦いには欠かせないものだったらしい。どうだね。持っていれば得をすると思うが。これも買っておこうか。とりあえずガストバも僕に対し警戒心は持っていないようだ。よし。実は僕の友人が以前この店で悪魔の福音という書物を買い入りしたのですが。なるほど。ふっふ。そうだったのかい。あの本の解読が難航を極めているようです。そうかい。デムリエの生き残りには会えなかったと見えるな。そのデムリエの生き残りに関することを何でもいいから知りたいのです。デムリエの生き残りは世界各地に点在しているよ。現在、超能力者のほとんどがおそらくデムリエ絡みだろうよ。デムリエ村には謎が多い。そしてまた、数々の秘宝や伝説の品々など、我々に理解できない不思議さもつきまとっている。関わり合わない方がいい。とは言っても、奇病の件を考えると、デムリエ村のこと、そしてこの店の中にある変わった古美術品、差し支えがなければ教えてください。あなたは一体何者ですか？私は単なる今の古美術商。ただ、それだけだ。まあ、ちょっとばかりコネクションはあるがね。この人が、というわけじゃないのか。ところで、盾は何か説明してくれないのかな？そんなに気になるなら、教えてやるか。お前さんも大事な客人の一人だ。これは、
ユーサーの盾といって、古代邪神セバという大魔王を倒した精神ユーサーの持ち物なんだよ。ユーサー、セバですって。本物かな？どうも、ガストバの話は信憑性が薄いな。だが、真実だったら、この店内にあるものの価値は莫大だ。お客人、そんなにこの盾が気に入ったのかい？困ったね。これは売り物じゃないんだ。どうして、この盾だけ売り物じゃないんですか？それほど価値があるということだ。ふっふ。ましてセバ復活を控えた今ではね。いろいろ教えてくれてない感じだけど、今は聞き出せないかな。おいら、もう帰るのかい？聞き逃しがないかと思って、バイエルン建設に来たよ。また来たのか。今度は何の用だい？何か気づいたことがあれば教えてください。そうじゃ、あれから思い出したのだが、わしにな、テュマという占い師を知っているかと聞いてきたんじゃ。シュミット氏がですか？そうじゃ、この辺りの調子に書かれてあった記事について気になることがあったらしい。シュミットのデュマを気にしていたんだ。その地方紙とやらに、どのようなことが書かれていたのですか？おい、例の新聞床に置いたってよ。ああ、ここにありますよ。この地方紙、いただいてもいいでしょうか？ええ、構わないですよ。どうもありがとう。的中率 90% 以上という、噂に名高いデュマの予言がまたも、呪われているのは、ピラミッド移転によるダム工事だ。絶対に犯してはならない聖域を乱したことから、やがて関係者は、一人一人滅んでゆくだろう。かなり過激な発言だな。やっぱり、デュマは何か知ってるよね？ブライアンがプレゼントとか言っていたから、イザベルのところに来たよ。たびたび申し訳ありません。いえ、はるばるロンドンからいらっしゃったのですもの、お気になさらずに。この壺をご覧になってください。まあ、人の顔がそのまま壺の形になっているなんて、とても変わった壺ですので。この壺は、瀕死の重傷を負って苦しんでいる恋人を一瞬にして治してしまったという言い伝えがあるそうです。この壺に水を汲んで一昼夜置くと、中の水は聖なる薬に生まれ変わっているとか、これをあなたにプレゼントさせてください。え、私に、ですか？もし、あなたの愛する人が、この壺の力で元気になるならと、今一番大切なことは信じることではないかという気がして。ありがとうございます。こんな行きずりの私みたいな女に。一日も早くあなたに立ち直ってもらいたくて。主人が事故で入院してからは毎日がアシュラのようでした。たとえ、仕事のためとはいえ、優しくしてくださったあなたのことは忘れません。参考になるかどうかはわかりませんが、あなたには全てお話しします。これで詳しく聞けるかな？ガルンをそこまで嫌う本当の理由が知りたいのですが。はい。ガルンとは私がモリアム教授の助手をしている時、研究所で知り合ったのです。最初、ガルンの目的は遺跡の査定調査のみでした。しかし、何度となく研究室を訪れるうち、ピラミッド聖域にまつわる伝説に気づいてしまったのです。教授は純粋な研究心からサンクチュアリにはめ込まれているというセイントストーンの謎について調べていました。その思いをガルンたちは利用したのです。ここまではやっぱりって感じだね。おそらく聞いてはいけないことなのでしょうが、あなたの悲しみがどこから来るものなのか知りたいです。ガルンは、多分あなたが考えていらっしゃる通りですわ。私とガルンは愛人関係にありました。やっぱりそうだったんだ。愛人関係？何か理由があるのでは？1年前に起こった事故ですわ。夫がひき逃げにあって意識不明ってことだったけど。ひき逃げ、すると失礼ですが、入院費などはどのように都合をつけてらっしゃるのですか？意識不明のままですから、入院費は莫大です。とても、私一人の収入では追いつきませんわ。その費用のためにか。ご主人の事故で、生活のすべてが変わってしまったのですね。はい。私はアントニーの入院費のため、すべてガルンの言いなりになりました。そうすることでしか、彼の命をつなぐ術がなかったのです。こんな私を軽蔑なさるでしょうね。軽蔑に値するのはあなたではなく、ガルンです。過ぎた日々の傷跡が、一日も早く消えるよう願っています。とはいえガルンが死んだ今でも入院費は必要なんだよね。そういえば奥の部屋にあなたが調査していらっしゃることで参考になるかもしれないものがあるかも。ご覧になりますか？ぜひお願いします。ここがご主人の部屋だったのですね。
今ではすっかり変わってしまいました。悲しいけど、やはり一番の原因は私にあるんですわ。この部屋にも、風変わりな調度品が多いな。彼女の夫が入院してから、この部屋はどのように使われてきたのだろう。先ほど、あなたのおっしゃっていた参考になりそうなものとはどれなんですか？床の上に置いてあるあの箱の中ですわ。書類関係がほとんどのようだ。まず、ピラミッド内部と地下ダンジョンの見取り図。それに赤外線写真。あとは、僕にはわからない内容のものみたいだな。この箱の中には洞窟に必要な書類が入っていると思います。彼らはここを秘密の打ち合わせ場所として何度か使ってましたから。これは重要そうな書類だね。この箱の中に入っているものなんですが、お借りしてもいいでしょうか？差し上げますわ。ガルンやシュミットがいなくなった今、それがなくなって困る人はいませんから。ありがとう。僕の部屋まで見せていただいて、どうもありがとうございました。イザベル関係は、一通り話を聞けた感じかな。情報を求めて、ペルー警察に来たけど、何度来ても、警察は得意じゃないな。あれ、警官が2人になってるぞ。バイアルン建設副社長変死事件についてなんですけど。君もしつこい男だな。何度同じことを言わせるんだ。あの件はパルドン警部だよ。いや、あの件はランディの方が詳しいと思うよ。そのランディという方は？変死事件の現場検証の主任刑事さ。実際に現場検証した人かな。おいおい。ランディの話はしない方が、パルドンに知られると。気にすることないよ。ランディとパルドンのやつがどんなに仲違いしようと我々には関係ないさ。パルドン警部はどんな方なんですか？どんな方と言われてもな。まあ、やり手だね。良くない噂も流れているし、人は良くないよ。良くない噂ですって？パルドン警部が担当する事件は未解決が多いんでね。今回の変死事件だって分かったもんじゃない。おい、部外者に余計なことは言わない方が良いぞ。ランディ刑事はどこにいらっしゃいますか？今日は非番だからここにはいないよ。休みか。ランディ刑事は明日ならいらっしゃいますね。ああ、いるよ。ところでちょっと気になったのですが、同じ事件についての情報をパルドン・ランディ漁師から聞いていると、困ったことにでもなるのでしょうか？あの二人の仲の悪さと言ったら凄まじいからね。まあ相手の悪口を並べてりゃ二人とも機嫌は良いさ。そんなに仲悪いんだ。パルドンからは捜査状況を、ランディからは現場状況を聞けば問題ないよ。明日まで待つか、住所を聞いて今日中に自宅へ訪問するか、どうしようかな。行けるんなら行っちゃいたいね。やっぱりここは行動あるのみだ。住所を聞いてランディ宅を訪問しよう。すいません。ランディ刑事の住まいを教えてもらえませんか？住所を教えることはちょっとできないな。お願いします。ランディ刑事の家を教えてください。ダメだね。おい、わざわざイギリスから来ているんだから住所くらい教えてやってもいいじゃないか。ありがとうございます。早速ランディ刑事の家に行ってみよう。ここがランディの部屋か。新しい手がかりでも得られればいいんだが。初めてお目にかかります。僕は、ロンドンポスト指揮者で、ブライアン・パールと言います。一体私に何の用だい？バイアルン建設副社長変死事件についてお聞きしたいことが。シュミット氏の事件を担当した主任刑事があなただと、伺ってきたのですが、現場検証をしたのは俺らが、一体何を知りたいのだ？その時のシュミット氏の様子や周囲の状態はどうでしたか？俺が駆けつけた時にはほとんど虫の息だったな。でもあんな奇病にはこれまでお目にかかったことがないね。実は、GIU という保険会社の営業本部長で、ガルン・ロッペスという方がいるのですが、さて、知らないな。その人がどうかしたのかい？この写真を見てください。なんと、この男は誰なんだい？ガルン・ロッペスといって、シュミット氏の友人なんです。ガルン氏なんですが、症状がシュミット氏に似ていませんか？緑色に変わっているところはまるで同じだが、でも俺は医者じゃないからはっきりしたことはわからないね。毒殺されたのではないか？という見解もあったと聞きましたが、実際のところはどうなんですか？毒殺？誰がそんなことを？パルドン警部です。パルドンのやつね。パルドンに会ったのならやつに聞けばいいだろ。うわ、すねちゃった。パルドンについてはごまかすしかないね。なんだ、まだ何か用かね。ランディ刑事、あなたは、僕のことを誤解しています。パルドンのところへ行ったのは、状況を説明してもらえないまま案内されてしまったのです。でも、パルドンと話をしていると、どうも怪しげな裏のある男のように思えて、いろいろ調べてみたところ、あなたの存在に行き着いたのです。信じてもらえますか？まあ、イギリスからはるばる来たんだからな。俺も機嫌を直すよ。そうですか。よかった。シュミット、ガルン、そして日本でも同じような奇病患者が発見されているのです。しかも、各々発病時間が、世界標準時で同一時刻で、わっはっは、
そいつはなかなか因縁めいていて面白いね。まあピラミッド移転による呪いだ、という見方をしている者もいるしね。デュマのことかな？この事件の現場主任であるランディ刑事に、その時の状況をお聞きしたいのですが。状況ね、特に変わったところもなかったように記憶しているが。そういえばシュミットの倒れていたところに青く光る石が落ちていたな。青い石ですって？心当たりでもあるのかい？その石を見てみたいのですが。俺が拾って鑑識に渡しておいたから車内にあるはずだ。じゃあ、やっぱりパルドンが盗んでるのか。その青い石なんですが、どんなものでしたか？怪しく光っていたよ。青く美しいプリズム型をした透明の石だ。石の持ち主なんですが、シュミットの持ち物じゃないのかい？デュマの記事を見せてみよう。この隅に載っている記事なんですが。デュマね、有名な占い師とかで後で知ってびっくりしたよ。後で知ったって？デュマについて、知っていることを話していただきたいのですが。人前にあまり姿を現すことはないが、運よく占ってもらった者たちがその的中率の噂を広めていった。今では誰もが占ってもらいたがってるね。一度デュマに会ってみたいと思っているのですが、どこに住んでいるのかわからなくて。やけに不気味なババアだったな。面識があるんですか？突然現場に現れたのさ。この辺りに青い石が落ちているはずだ。とか言って。怪しげだったんで部下に後をつけさせたところ、そいつがデュマだったというわけさ。会いたいなら教えてやるよ。ぜひお願いします。デュマの家がわかったね。デュマもその石を探していたんですね。そういう感じだったね。しかしさすがに占い師だけのことはある。青い石をシュミットが持っていると予知していたんだからな。他には何かありますか？そういえば、デュマなんだな。事件現場で妙なことを言ってたな。なんと、俺に向かって、お前も私と同じ道しるべじゃよ。でね、さっぱり意味がわからないが。とても参考になりました。ではこれで失礼いたします。いい記事が書けることを期待しているよ。青い石があった確証は取れたけど、それより、デュマの家がわかったのは収穫だね。今回はここまでにしておきましょうか。次は、デュマの家に向かう感じかな。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。またね。